あなたも戦争映画で一度は見たことがあるんじゃないでしょうか。薄暗いテントの中で将軍や参謀たちが大きな地図を広げてですね、はいはい。第一大隊はここへ、第二大隊は右翼へなんて言いながら四角い駒を動かすあのシーンです。確かにあれはすごくかっこいいというか戦争映画の定番ですよね。でも完璧に整理された司令部の描写って実はかなりの部分がフィクションというか現実の泥臭さを完全に削ぎ落としたものなんですよ。確かにだいぶ綺麗に描かれていますよね。ええ。なので今日は4回シリーズの1回目、対局を俯瞰する指揮作戦レベルの記号というテーマで深掘りしていきます。おー、いよいよ軍事記号の深掘りですね。はい。スマートな作戦図の裏側にはパソコンもコピー機もない時代に限られた資源と人間臭い執念で情報を処理していた現場のリアルがあったわけです。なるほど。地図上の記号って軍事作戦には絶対に不可欠なものですからね。そうなんです。今回はですね、単なる記号の解説じゃなくて、なぜその記号だったのか、現場でどうやって情報を処理していたのかをがっつりお話ししたいと思います。ぜひお願いします。まず地図に描かれている四角とか×印がそもそも何を意味しているのかという基本のルールから話していきたいと思います。アメリカ軍の野戦共犯 FM21-30 なんかに規定されているやつですね。まさにそれです。自軍と同盟軍は青、敵軍は赤っていう色分けはすごく直感的で分かりやすいですよね。そうですね。色分けは基本中の基本です。ただ一つ重要な例外がありまして。例外なんですか？たとえ味方の地域であってもマスタードガスなどの持続性のガスで汚染された地域は全て赤で示されるんです。味方の地域なのに赤なんですか？そうなんです。これは誰が見ても即座に危険を察知できるようにするための絶対的なルールでした。なるほど。言語の壁すら越える命を守るためのデザインですね。まさにその通りです。そして部隊を示す基本の形は長方形、四角形なんですが。はいはい。地図に四角いコマが置いてありますよね。あの四角の中の複雑なマークはどういう意味なんですか？あれは兵科、つまりどんな種類の部隊かを示しています。例えば歩兵は四角の中に×印を書くんですよ。×印？なんか由来があるんですか？ええ。昔の歩兵が胸で交差させていた団体、つまりクロスベルトですね。あれが由来だと言われています。へえ。同じように砲兵は四角の中に黒丸の点を一つ書きます。点？それは何ですか？これは大砲の砲弾ですね。なるほど。騎兵や戦車はどうなるんですか？騎兵は車線一本でサーベルを意味しています。機甲部隊、つまり戦車などは楕円形でキャタピラを表現しているんです。いやー、ただの幾何学模様じゃなくてちゃんと歴史的な由来があるんですね。そうなんですよ。形を見るだけで機能と歴史がわかるというか。すごくシステマティックですよね。さらにその部隊の規模もパッと見でわかるようになっているんです。規模というと10人の分隊なのかいっぱいいる師団なのかみたいなことですか？そうですそうです。四角の上の部分に規模を示す記号を載せるんです。上に載せるんですね。はい。小隊なら点を3つ、点が3つで小隊。中隊になると縦線を1本書きます。ほうほ大隊なら縦線を2本、連隊なら縦線を3本です。う。なんだかどんどんマークが増えていきますね。そうですね。そしてさらに大きな師団になると×印を2つ書くというルールなんです。へえ、点から線になって最後は×になるんですね。ええ、軍団レベルから師団、連隊、大隊レベルまで縮尺が違うだけで記号や記述のルールは同じなんです。へえ、それってめちゃくちゃスケーラブルですね。司令部で広域の地図を見ていても最前線で局地的な地図を見ていても全く同じ文法で読めるってことですか？その通りです。じゃあちょっとクイズです。地図の上に四角の中に×が書いてあってその上に縦線2本があるマークを見つけたらそれは何ですか？四角の中に×だから歩兵ですよね。で上に縦線が2本だから歩兵大隊ですか？完璧です。その通り。おお、なんだか分かってくると面白いですね。さらにですね、その四角の左側に文字を、右側に番号を書き込むんです。まだ情報を足せるんですか？はい。例えば歩兵大隊の記号で右に180、左に3とあれば第180歩兵連隊の第3大隊と分かります。おー、なるほど。
情報の圧縮率が半端ないですね。まさに機能美の極みです。ただこの記号のシステムが本当の進化を発揮するのは単に舞台の配置を示すことだけじゃないんですよね。ほう。と言いますと？つまり空間と火力を統制する地図上の線の引き方にあると思うんです。ああ、なるほど。境界線。つまりバウンダリーですね。はい。実線に切れ目を入れてその中にさっきの舞台規模の記号を書き込むんです。ここからここまではこの大隊が担当するみたいにわかるわけですね。例えば複数の部隊が同時に進撃するとき、お互いのエリアが被ってしまうと同士討ちを起こす危険があるじゃないですか。それを防ぐために境界線を引くんです。ああ、なるほど。前線はどう書くんですか？フロントライン。前線は線の片側にヒゲのような短い斜線を等間隔に引いて示します。ヒゲですか。なんだか面白いですね。あと作戦図で非常に重要なのがフェーズライン、統制線です。フェーズライン。それってここまで突破したぞっていうチェックポイントみたいなものですよね。もちろんそういう目安でもあるんですが、実はもっと重要な役割がありまして。と言いますと？最大の目的は情報保全と無線通信の節約なんです。どういうことですか？もしこのラインがなかったら、現場の土手は無線で現在丘の南にある三叉路を抜けて境界の横にいますと具体的な地形を伝えなければなりませんよね。ああ、それだと仮に敵に無線を傍受されていたら味方の現在地が丸分かりになってしまいますね。ピンポイントで砲撃の的にされてしまいます。でもあらかじめ作戦図にラインを引いておけば、兵士はフェーズライン A に到達とだけ送信すればいいんです。なるほど。敵が傍受してもフェーズライン A がどこなのかは地図がないからわからないわけだ。そうなんですよ。これで具体的な位置を隠しつつ、指揮官は味方の位置を把握して正確な支援射撃のオーダーを出せるわけです。地図上のただの線が実は暗号の役割を果たしていたんだ。限られた無線のやり取りだけでセキュリティを保ちつつ作戦を進めるためのツールだったんですね。さらに防御陣地の記号もすごく機能的なんですよ。ほうほう。どんな記号ですか？例えば機関銃の配置。ただ点を撃つだけではなくて、その機関銃がカバーする射界が矢印で示されるんです。はい、矢印。その矢印の一部を太く黒く塗りつぶすことがあるんです。それってどういう意味なんですか？これが危険解。つまり弾丸が地面スレスレを飛んでいく最終防御射撃の弾幕が張られる場所です。つまりここを通れば絶対に生きては通れないという意味です。そこに武器があるではなくて、ここは死の空間だという領域を可視化する。いやー、よくできています。そうなんですよ。ただですね、これらのお話は全て正確な地図があるという前提なんですよね。地図はあるんじゃないんですか？実は現場に地図が十分に支給されることなんてほとんどなかったんです。マジですか？地図なしで戦争してたんですか？ヨーロッパ戦線でも支給されたのが20年から30年前の地図だったりして。20年前。それじゃ家があると思っても新しい工場が建ってたりしますよね。まさにそうです。太平洋のジャングルに至ってはそもそも地図すら存在しないこともありましたから。地図がないのにどうやってあの複雑なフェーズラインとか書いてたんですか？ないなら自作するしかなかったんです。自作って兵士が手書きで？あのジャングルの中でですか？はい。まず各小隊長に自分たちの目の前にある地形のラフスケッチを書かせるんです。ほうほう。それを中隊レベルで集めて統合し、さらに大隊レベルで各中隊のスケッチを統合して一つの大きな地図を作り上げるんですよ。なるほど。前線の兵士一人一人の目をセンサーにしてボトムアップでパッチワークみたいに対局の地図を組み上げていくんだ。そしてこの手作りの地図は既存の古い地図や航空写真よりも戦車の運用などにおいてははるかに価値があったと言われています。へえ。さらに大砲や迫撃砲などの火力支援を行う部署は味方を撃たないために全身観測班からの情報をもとに目標と自軍の位置を計算し正確な弾着データを算出していました。間違った座標で迫撃砲を撃ったら大惨事ですもんね。そうなんです。でもそんな現場からの情報で作る手書きの地図ってどうやって書いていたんですか？それがですね、きっちりした作法がちゃんとあるんです。へえ、どんなものですか？歩兵ジャーナルの教育記事によれば、大きな紙と黒、青、茶、緑、赤色のダーマトグラフという紙巻き鉛筆を使うんです。色鉛筆みたいなものですか？そうです。
黒で枠を引き、青で川を描く。茶色で等高線を引き、緑で森を塗るんです。そして赤で特殊施設。最後に黒の太い線でミリタリーグリッド、座標の網目を書き込みます。グリッドも手書き？でもそれちょっとでもずれたら砲撃支援呼んだ時に味方の頭に落ちてきませんか？そうなんです。地図の精度が命に直結してるんですね。でも時間の経過とともに戦況は刻一刻と変化しますよね。この手作りの地図の上で駒を動かすんですか？いや、映画で駒を動かすのは大きな軍団や後方の司令部だけなんですよ。そうなんですか？ええ、第一線では駒は使いません。地図に直接鉛筆で書き込むんですが、書いては消しを繰り返すと紙の地図がすぐにボロボロになってしまいますよね。確かに破れちゃいそうです。そこで活躍したのがセルロースアセテート、つまり透明なプラスチックシートなんです。透明なシート、いわゆるオーバーレイというやつですか？その通りです。情報担当の将校である S2 は複雑な夜間パトロールのルートや目標をこの透明シートに詳細に書き込み、オーバーレイを作成しました。ほう。これを基本の地図に重ねることでオリジナルの地図を汚さずに最新の戦況を共有できたんです。すごい。このオーバーレイは隣接部隊にも配布されて同士討ちを防ぐための命綱になったわけですね。はい。ただこの生命線ともいえる作業を行っていた CP、 つまり指揮所の現実は驚くほど過酷でした。そうなんですか？テントの中で結構綺麗に整頓されてるのかなって。いやいや、とんでもない。連隊に支給されるテントはたったの3つなんです。しかもそのうちの1つを S2 と作戦担当の S3 が共有しなきゃいけない。そこに何人くらいはいるんですか？連隊長、S2、S3、軍曹、さらにマップボードを抱えた製図兵がずらずらと押しかけてくるんです。満員電車じゃないですか。満員電車の中で大きなキャンバス広げて絵を描くようなものですよ。しかも雨が降ったら地図がダメになる。うわー、絶望的ですね。じゃあどうしたんですか？テントなんて諦めて手頃な農家や地下室を接収してそこに CPU を置くのが常でした。農家ですか？でも農家に行っても夜になったら真っ暗ですよね。そうです。明かりを漏らすと敵の狙撃兵や砲兵の的になりますからね。じゃあランタンでこっそり照らすとか。ろうそくやコールマンのガソリンランタンは支給されてました。でもすぐに燃え尽きたり壊れたりするんです。燃料が尽きちゃったら地図が読めない。そこで兵士たちはとんでもないハックを編み出しました。ジープやトラックのバッテリーから電線を無理やり引っ張ってきて電球に直結したんです。ジープのバッテリーむちゃくちゃですね。でも天才。何もない中でシステムを維持しようとする凄まじい執念ですよね。いやー、綺麗な記号の裏側から汗と油とバッテリー液の匂いがしてきました。そして明かりにまつわるもう一つの天才的なハックが夜間作戦時に使われた穴開き地図です。地図に穴を開けるんですか？パフォレーテッドマップと呼ぶんですが、道路や川の輪郭線に沿ってピンで無数の穴を開けるんです。それをどうやって読むんですか？ライトをつけたらバレちゃいますよね。真っ暗な中でこの地図を夜空にかざす星明かりやわずかな月光が穴から透けて見える。それで進むべきルートを確認するんです。うわー、それはすごいですね。ちなみに幹線道路は20の穴にするなど独自の記号まで作っていました。とんでもない極限環境のサバイバル術ですね。でも一つ疑問があるんですけど。はい、何でしょう。そうやって苦労して作った地図って誰が持つんですか？部隊の末端にいる分隊の兵士一人一人にまで配れるわけじゃないですよね。鋭い指摘ですね。歩兵部隊ではしっかりした作戦図は大体レベルで作成されていました。大体レベルですか？小隊長たちは大体の CP を訪れて作戦図を見て最新情報を頭に入れます。はいはい。情報保全の点でも石膏チームや分隊全員に地図を配ることなんて絶対に不可能ですから、一般の兵士には地図は渡らないのが普通でした。じゃあ口づてであっちの山を越えろって伝えるだけですか？それだと先ほどの動向線やフェーズラインの意味がなくなりませんか？そうなんです。仮に等高線が書かれた地図を一般の兵士に見せても実際の地形をパッと想像できないことが多いんですよ。慣れていないと平面の線から山の高さをイメージするのは確かに難しいですよね。そこで小隊長はどうしたか。地面の泥や石をかき集めて地形の立体模型、いわゆる砂盤を自分たちで作ったんです。砂盤、英語でサンドテーブルですね。はい。
そこに木の枝を突き刺して、ここが敵の統治下だ。我々はこの谷からアプローチすると説明するんです。はは。つまり指揮官は CP で頭に入れた平面の情報を地面の泥を使って兵士が直感的に理解できる 3D の情報に変換して分隊や石膏に伝えたんです。緻密な記号のルールがあっても、最後の最後は人の手で泥をこねて情報を伝える。ただの情報伝達ではなく、部下の命を守り作戦を理解させるための、これが究極のリーダーシップですよ。本当にすごい。まさに。今回の深掘りはここまでです。次回は地雷原などの環境や空間を表す記号について深掘りしていきましょう。それもめちゃくちゃ楽しみです。もし今回の動画を楽しんでいただけましたら、高評価とハイプをお願いします。また最新の動画をお見逃しないようにチャンネル登録もお願いします。